ヘラクレスウエストウッディオシカクワガタ、ボリビアの悪魔って言われてる、合計多分4000匹、クワガタカブトムシのマニア。自作のケージです。夢を叶えた場所みたいな。せっかくなら幼虫見ますか。いきますよ。さなぎも動くんですね。さなぎ動きます。クワガタカブトムシに生活支えてもらってたりもするんで、教えたいですね、自分の小さい頃に。最高ですね、この子たちに出会えて。はい。おはようございます。はじめまして、三森と申します。もう暑いんで行きますか、せっかくなら。はい。はい。わかります、これ見て。絶景って言うんですけど、これを。絶景。はい。これ全部クワガタカブトムシです。クワガタカブトムシのマニアですね。最近まで芸人でコンビを組んでたんですけど、芸人を辞めてコンビも解散して、ざっくり言ったら YouTuber 兼、ブリーダーみたいな形なんですかね。昆虫をお世話になって昆虫ショップに卸させてもらったりとか。この部屋だけで今多分幼虫と成虫含めて多分800匹ぐらいって感じだと思います。ここと僕実は家を一応3軒借りてまして、合計だと多分4000匹ぐらいって感じで、はい、ちゃんとは数えたことないんであれなんですけど、基本的にここが成虫がいるゾーンっていう感じで、ウエストウッディオオシカクワガタっていう子がいるんですけど、見ますか？いいです。見せたいです、できれば。はい、いいですか？すいません。こちらですね。これがウエストウッディオオシカクワガタですね。インドのシカクワガタっていうやつになるんですけど、正面から見た時の顎の立体感がめちゃくちゃかっこよくて、本当何年かに1回日本に何ペアか入んないぐらいの感じで、それでそのマニアの方とかが一度は飼育してみたい種類みたいなので結構上がる種類なんですよ。ちょっと待ってもらっていいですか。すいません。ちょっとメスがピンチですね。今同居させてるんですけど、その繁殖のためにメスと一緒に入れてて、そしたら今ちょっとそのメス攻撃してたんで、すいません、ちょっと撮影どころじゃなくなっちゃったんですけど、今すいません。結構飼育にハマってる方って本当に好きなクワガタ、例えばオオクワガタが好きな人はオオクワガタをたくさんやるみたいな、ミヤマクワガタ好きな人はミヤマクワガタだけたくさんやるみたいな人が多いんですけど、僕はあんまり興味ないというか、その形が好みじゃない種類とかもできるだけやりたい。飼育しないと気づけない部分とかあるんで、そういった部分でできるだけ日本に入ってきたクワガタカブトムシの種類できるだけ飼育1回はしてみたいっていうのがあるんで、やっぱいろんな種類を飼育するっていうこだわりはあるかもしれないですね。この丸いボトルがカゴに入ってると思うんですけど、これが一応基本的に幼虫が1ボトルにつき1匹いるって感じですね。ここの後ろももうクーラーの温度帯で大丈夫な幼虫たちっていう、2棚全部幼虫で、菌糸瓶って言われるやつで、キノコの菌でおがくずが巻かれてるボトルっていうのが売られてて、クワガタとかを入れるとこういう感じで食べて、ここは幼虫が食べた場所で茶色くなってるんですけど、食べることによって微生物とかがお腹の中で活発に動いてくれて消化吸収を助けてくれるっていうので大きくなりやすいっていうところで、このボトルが結構メインで使われてます。これとかは半分近く茶色くなってるんですけど、ここはしっかり食べて進んでくれてるっていうところだったりはします。ここに幼虫がいますね。しっかり食べてくれてます。菌糸瓶のそのキノコの菌もこう生きてるんで、どんどんこう劣化してきたりするんで、ここの劣化具合だったり幼虫の食い進み具合とかを見て交換してあげるって感じになります。基本的にはこのボトルに3ヶ月ぐらいは入れるんで、3ヶ月経ったら交換するみたいな、全部が同じ時期に交換した子じゃないんで、毎日交換してるぐらいの感覚はありますね。でここがその繁殖させてる産卵セッ
トっていうんですけど、その産卵セットを組んでる子たちのゾーンですね。交尾を済んだメスが1匹だけ入ってる。オスと一緒に入れちゃうとどうしてもオスが攻撃しちゃったりとか、余分に交尾しちゃうとオスもメスも体力がなくなっちゃうんで、そういうのを避けるためにメスだけ入れてるって感じになります。で、ここが産卵、もうメスとかもいなくて、おそらく幼虫がいるかなっていう、いてほしいっていうゾーンだったりはしますかね。1ヶ月とか2ヶ月ぐらい置いといて、そこからひっくり返して確認するって感じになるんで、今ここはまだいるかわからないですね。あとはここが一応羽化してきた子たちみたいな、そう1年間禁止瓶の交換とかそういうのを繰り返して、この中に空間を作ってさなぎから羽化してきてくれた子ですね。たくさん好きな種類が羽化してくる瞬間がやっぱ1年に1回訪れるんですけど、だから羽化してきた好きな種類を見るためにも飼育頑張るみたいな、最高ですね。やっぱり嬉しいです、この子たちに出会えてはい。ここ2軒目になるんですけど、もともと芸人だった虫好きの人とルームシェアみたいな形で借りた場所なんで、そこの一室が僕の飼育スペースって感じになります。ヘラクレスとか大型のカブトムシがメインの飼育部屋って感じです。これが、すっげえ。ヘラクレスもなんか13亜種あって、これがその原命亜種って言われるヘラクレスってやつです。かっこいいですよね。嬉しいですね。意外と実物で見た方がやっぱ立体感とかあってより迫力あるんで、僕ん家で生まれてくれた子たちです。サタンオオカブトっていうボリビアの悪魔って言われてるやつで、サタンっていう名前がもう悪魔から来てるんですけど、なのにめちゃくちゃ可愛らしいフォルムとか、ちょっとヘラクレスがギュッとされて丸っこくなった感じの可愛いカブトムシですね。これとかもほんと2000年初期とかは98万円とかでなんか何十ペアとか入ってきて、それも速乾するぐらいすごい人気の幻のカブトムシみたいな。これも多分喜んでくれるとは思うんですけど、ネプチューンオオカブトです。もう世界で2番目に大きい、ヘラクレスに次いで2番目って感じですね。これもやっぱ図鑑でよく見かけた種類だと思うんですけど、やっぱかっこいいですね。このヘラクレスと違って4本の横のちっちゃい角がやっぱかっこよくて、これがあることでより立体感が出るというか、でも僕も小さい頃やっぱ買えなかった種類だったりするんで、教えたいですね、自分の小さい頃に。お前図鑑で見てるけど実際ネプチューンオオカブトお前50匹いるぞとか飼ってんだぞみたいな、ヘラクレス800匹いるぞみたいなのは伝えてあげたいぐらいですね。なんか夢が叶ってるみたいな感覚なんで。小学校4年生の時になんですか、デパートでその世界のカブトクワガタの展示会みたいなのが夏休みにあって、それに行った時に初めてヘラクレスとか生きてる姿を見たんですけど、もうやっぱかっこよすぎて、1回入場料500円とか結構いい値段するんですけども、毎日行って7日目の撤去する日、僕もう丸1日いて、そしたらそのイベント主催の方だからそこの生態とか持ち込んできた方ですねが、僕のこともう覚えてくれてて、欲しい生態あげるよみたいな、毎日来てくれたからみたいなので、初めてその海外のクワガタをもらって飼育する機会をもらえて、そこでなんかその方がなんか産卵セットとかの方法とかも教えてくれて、それで産卵セットやってみたらたくさん幼虫がその木から出てきて、そこでもうやっぱドハマりしちゃいましたね。その時結局幼虫10匹ぐらい取れたんですけど、成虫までできた子1匹だけで、しかもその1匹もなんかすごい多分環境悪かったんだろうなみたいな、ちっちゃくて羽も開いちゃってみたいな感じになって、そっからなんか飼育方法とかめっちゃ勉強するようになって、で去年は10匹中1匹しか羽化させられなかったけど、次の年なんか5匹ぐらい羽化させられたとか、なんかそういうところのなんか喜びとかを感じるようになったのはあるかもしれないですね。そうですね、本当原点ですねこれの。いやでもやっぱ
僕多分好きじゃないと全然動けないというか、僕めちゃくちゃ勉強嫌いだったんで、やっぱ勉強しろって言われても動けないですけど、やっぱクワガタの世話しろって言われなくてもやっぱもちろんクワガタの世話するしとか、野球も好きだったんで野球の上手くなるために自分から素振りするとか、その熱、好きなものに対してってやっぱ自分の勝手に行動できるんで、なんていうんですかね、原動力みたいな。であと結構ハマったらずっと好きですね。小学校の時の好きなものはなんか未だにずっと好きというか、そこで言うとなんか熱中しやすい方ではありました。せっかくなら幼虫見ますか？いいですか？ヘラクレスの幼虫。せっかくなら見てほしいんで。はい。あ、いましたいました。あ、いきますよ。はい。見てください。あ、立派ですね。そこそこぐらいですかね。これよりも本当一回り大きくなることがいるんで、自然界でこいついたら怖いですよね。幼虫の大きさで結構成虫の時にどれぐらい大きくなるかとかも決まったりするんで、この子とかだとおそらく15センチから16センチぐらいになるかなみたいな。あ、でも元気です。はい、幼虫の張りもあって、これがちょっと体調悪くなると、なんていうんですかね、皮膚がしぼんじゃうというかシワシワになっちゃったりとかあるんで、そういうのを餌交換の時にちょっとチェックして、でまた新しい餌あげるみたいな。いや、でかくてでかい立派な子でよかったです。いや、だいぶホッとしますね。もう昆虫ってメス1匹多分100個とか卵を自然界で産んだりするんですけど、その成虫になるまでの率が低いからこそ多分たくさん産むんで、ああいう元気な子がいてくれたらホッとしますね。こんなでかくなったんかみたいな、そういう驚きみたいなのもあるんで、その瞬間やっぱたまらないですね。ここに1匹ずつヘラクレスのさなぎが。さなぎも動くんですね。さなぎ動きます。結構このお尻の方をすごい動かすんで、意外と知らない部分かもしれないですね。これも一応本当はこの幼虫とかのケースの中でさなぎまでなれるんですけど、このせっかく長いかっこいい角が曲がっちゃったりとか起きるんで、そういうのを防ぐためにもう人工的なスポンジの部分をくり抜いたやつを作ってここに入れてるって感じですね。考えられないっていうのはあるんですけど、そもそも幼虫から本当にこの幼虫みたいな、この成虫の幼虫がみたいな。ただやっぱそのさなぎになった時ってもうほぼ成虫の形じゃないですか。あそこになって、でもすごい一番ナイーブな時期というか、自分で作った部屋空間で1ヶ月から2ヶ月もじっとしてないといけないみたいな天敵がたくさんいる中で、あれを経てかっこいい姿になるっていうのはやっぱすごいなとは思いますね。幼虫期間が平均1年半ぐらいあって、そこから成虫になってからその餌を食べずにじっとしてる期間が4ヶ月ぐらいあるんですけど、そこプラス餌食べるようになってからはだいたい平均半年って言われてるんで、本当もうトータルで2年から3年ぐらいって感じですね。成虫になってからの方がやっぱり早いですね、亡くなるのは。突然亡くなってたりする？そうですね、亡くなりますね。昨日まであんな元気だったのにとか、どの生き物もそうかもしれないですけど、朝あんな動いてたのに夜見たらもうこう命尽きてるみたいなこともあったりはするんで、やっぱ辛いですね、そこは。あとは羽化までなんとかしてきてくれたけど、僕らには分からない何ていうんですか、異常が発生してて、羽化してきて生きてるの確認できたけど次の日に亡くなってるとかもあったりするんで、そこの辛さはありますね。慣れはしないですね、亡くなるっていうのは。子供とかはぜひ夏場とかカブトムシ飼育してほしいなとは思いますね。こんな命って儚いんだっていうのはやっぱ感じれるんで。ここが3軒目の最後のその飼育スペースみたいな感じなんですけど、ここもだから1軒目の部屋と同じような感じで禁止瓶とか使うようなクワガタが
メインのヘアですね。これは僕購入した子なんですけど、カンターミヤマっていうインドのミヤマクワガタなんですけど、これ日本に4年ぶりに入ってきた子で、もうだからもうほんとみんなマニアの人がいつカンターミヤマ入ってくるんだみたいな、ずっと待ち焦がれてた種類がようやく入ってきて、なんとか僕も購入できたっていう。ミヤマクワガタでもちょっと飼育が難しいとされてる種類で、僕も今まで幼虫2匹しか取れたことないみたいな感じで、普通の日本のミヤマクワガタとかは1匹のメスで50匹ぐらい幼虫取れたりするんですけど、そういう分でちょっと飼育が謎な種類っていうので、やっぱロマンの塊みたいな種類で、なんとか手に入れられましたね。なんでちょっと自慢みたいな感じになっちゃったんですけど、でっかい系のヒラタクワガタ、結構恐怖を覚える人もいるぐらい、これがだいたい11センチですね。これパラワンオヒラタっていう世界で一番大きくなるヒラタクワガタです。こいつとかも凶暴だし、そうハサミの部分もめちゃくちゃ強いんで、でこのパラワンとすごいついでなんか人気の種類みたいなのが、これがスマトラオヒラタっていう、さっきの子に比べてちょっと横幅が太くて、顎がさっきの子よりかは短い感じのちょっとがたいいいタイプの子ですね。これも10センチ近くはあるんですけど、やっぱりさっきの子より1センチしか違わないんですけど、やっぱサイズ感が変わってくるというか、せっかく同じスマトラなんですけど、顎の発達がいい、顎が太くなってる子っていう、これとか分かりますか？こういう感じでちょっと顎の幅が結構もう倍近く変わってくるというか、これ実は2ミリぐらいしか差は出てないんですけど、これ飼育下で出てきたなんか顎が太い子同士でまた繁殖したりとか、そういうのを繰り返してこう顎が太い子が出てきたりとか、そういう、飼育ならではのちょっと楽しみ方みたいなところから生まれた子だったりはしますね。人間に飼われちゃった時点でその制限あるんで、できるだけ僕らは過ごしやすい環境にするのが多分使命だとは思うんで、本当にクワガタカブトムシに生活支えてもらってたりもするんで、YouTube だったりとか、そのショップに、ブリードした子たちを降ろさせてもらったりとか、そういった部分があるんで、僕よりもできるだけクワガタカブトムシにお金をつぎ込むみたいなのは優先的にありますね。その禁止便とかもやっぱ1本500円とかするんで、結構やっぱ家賃もどうしても東京できるだけ安いところでって探しはするんですけど、家賃も高いですし、土も毎月だいたいやっぱ1ヶ月に2000リットルぐらい使うんで、その土だけでもやっぱ毎月10万ちょっととか超えたりしますし、エアコン、電気代も3件合わせて7万ぐらいですかね。7万ぐらいかかったりとかで、クワガタ管理するために60万円ぐらいは必要みたいな感じなんで、とりあえずこの60万円だけは稼がないとみたいなところに必死ではありますね。絶望する時もありますでも、はい、ここに一応もう本当僕が小さい頃の夢を叶えた場所みたいな感じであって、じゃあ入ります。こっちですね。これが、特大ケージみたいな感じで自作のケージです。ちょうど最近なんていうんですか、作りをリニューアルして、今まで見てきたその産卵セットとか成虫管理用のケースとか以上に、多分そのなんていうんですかね、湿度のばらつきとか環境のばらつきが出るんで、どうしてもここにいる子の方が虫かごの子たちよりもその寿命が短くなっちゃうんで、そういったのを防ぐためにちょくちょくなんていうんですか、作りを改めてたりするんですけど、ここに去年ヘラクレスオオカブトを100匹入れて、多分おそらく幼虫が眠ってるだろうみたいな、こういう感じでいました。ちょっと結構もう弱ってきてる子ではありますけど、これ沖縄カブトっていう沖縄の固有のカブトムシで、メスですね。基本的にここが成虫がいてもらうゾーンみたいな感じで、1年に1回発生するみたいな
感じで、もう本当にだから僕がそのいわゆる飼育して餌交換してあげるとかを特にはせず勝手に羽化してくれるんで、半分自然みたいな状態にはなってますね。でこっちとかに、土をたくさん入れて、ここにこう卵を産んでもらうための場所を作ってるって感じなんですけど、こう今側面から幼虫がいてくれてますね。多分ヘラクレスの幼虫です、これが。で一応オオクワガタ2匹入れてはいるんですけど、オオクワガタは本当にもう1ヶ月近く見れてないんで、例えばここにオオクワガタがいたとしたら、基本もう決まってここの餌しか食べないというか、だから餌があった場所の近くに住処を作って、多分お腹空いたら出てきてみたいなのを繰り返してるんだろうなとか、なんかそういうちょっとしたなんか憶測でしかないですけど、なんか生態系みたいなのも感じれて、本当作ってよかったなって思いますね。これは本当一つの夢だったんで、ここで夏冬限らずもう春夏秋冬クワガタカブトムシ成虫を捕まえられるんで、だから本当もう外出る必要がないというか、だから多分来年の夏とかぐらいにヘラクレスとかが勝手に浮かしてくるだろうなみたいな状態なんで、ちょっともう楽しみで仕方ないですね、来年が。友達っていう感覚が近いかもしれないですね。夏に遊んでくれる友達みたいな、飼育してたら常にその友達と会えるみたいなところがあるんで、感覚は友達に近いですね。お別れした時もなんか友達が引っ越したみたいな感覚というか、やっぱ寂しいんで、いやもうめちゃくちゃありますね。完全に種類数もう結局日本に入ってきた種類の多分でも知らない種類とかたくさん僕もいるんですけど、実際その取れた現地の環境とか湿度感とかギリギリ画像とか動画でしか見れてないんで、肌感で感じれてないとか、そういう部分のその僕が好きなクワガタカブトムシたちがもともと生息してた、こう好んで生活してた場所っていうのを知らなかったりとかあるんで、なんかそういうとこも知りたいですね。クワガタカブトムシが喋ってくれるならわかるかもしれないですけど、こう感じるしかできないんで、なんかそういった部分はやっぱ全然分かってないんだろうなみたいなのはありますね。そうですね、もう知らないことだらけです、まだまだ。それこそ僕がその世界のカブトクワガタの展示会でドハマりしたんで、なんかそういう自分で主催の展示会みたいな、できれば本当これのなんていうんですかね、本当極端に言ったら東京ドームみたいな場所をもう全部こういうのにして、そこだけの生態系みたいな作るみたいなのをやりたいですね。なんかそういうのとかやって子供とかがこうテンション上がってくれたら嬉しいなと思うんで、ポストミモリみたいなのをたくさん作って、そこなんかもうみんなも来てもらえたりとかしたら一番最高かな。